はい、こんにちは。今回はベルトスクロールに関してやっていこうと思います。前回は強制スクロールについてやりましたが、引き続きという感じでジャモさんの疑問点の画像を使わせてもらいながら、同じような疑問を持っている人の参考になったらいいなと思います。まずどういう疑問を持っているかっていう点に関して、ベルトスクロール、2D ベースで考えるとベルトスクロールでこういう疑問は浮かんでくるだろうなっていう感じの疑問なんですが、別軸のキャラクターが、ジャンプをした時に、当たり判定というか、別軸なのに画像がキャラクターと当たるはずがないキャラクターなんだけど、同じ平面上でやろうとすると、殴れちゃうんじゃないかっていう疑問を結構丁寧に書いてくれているので、これに答えていきたいなと思います。これ生配信でやった時はこの辺の疑問には答えられてないので、ちょっとやろうかなと。で、ここにも書いてあるんですけど、3D であれば、この辺気にする必要はないんですけど、かつてくにおくんやファイナルファイトって書いてますけど、2D ゲームエンジンとかだとどういう感じで作るのかっていう疑問っていう感じですかね。いう方においても 2D ベルトスクロールアクションを作る際に解決策はあるのでしょうかっていう話なので、この辺少し説明できればなと思います。で、昔のゲームは、その 3D 空間っていう奥行き情報がなかったので、どうやって作ってるかに関しては、おそらくですけど、キャラクターの足元に影が、あるシリーズとないシリーズがあるような気がしますけど、基本的な考え方としては影があって、その影の位置がキャラクターの座標ですよっていう形で、その影の位置がプレイヤーのキャラクターの位置で、ジャンプをしても座標位置が違うので当たらない、オーバーラップイベントとか、ヒットイベントが発生しないように条件を組んでおくっていうのが 2D ゲームエンジンで作る場合のベルトスクロールの処理方法になるんじゃないかなと思います。で、この背景は白ネジ屋さんからお借りしてるんですが、ちょうどいい、ちょっと奥行きがありそうな背景があったので借りています。で、ちょっと仮に奥行きがある空間に、ジャンプしたりっていう、あんまりちゃんとは組んでないんですけど、この平面上で奥行きがある動きをさせてみようかなっていう形で、考え方としては、この影がありつつプレイヤーのキャラクターは、奥行きが違うけれども、基本的に当たり判定としてはオーバーラップイベントは発生するんですけど、その発生したイベントの先に座標が違いますよっていう分岐を作ることで、座標が違うっていうことで当たり判定をなくすっていう処理を、2D 専用のゲームエンジンとかだと、多分そういう感じにしてるんじゃないかなと思いますね。で、今この、例えばっていう形で、何かしらこのオーバーラップした時に、オーバーラップしたやつのアクターの座標位置と自分との座標を引き算して、その座標が5より小さくてマイナス5より大きいっていう分岐を AND っていう、その両方の条件を満たしていたら True っていう感じの条件を作って、であればっていうところで True でダメージを与えるみたいな、そんな組み方をしたら、こういう状況下で座標位置が違うのにダメージのオーバーラップがあってもこっちにダメージがいかないみたいな処理ができるんじゃないですかねっていうようなことは、一応ちょっと昔少しだけ 2D のエンジン触ってみたことがあって、遊んでみたことがあるんですけど、その時にベルトスクロールどうやって作るんだろうなと思ったことがあったので、 2D ゲームエンジンで作る場合はこういう感じで影の位置の条件分岐で作る感じになるんじゃないですかね。2D 専用のゲームエンジンの場合はこういう感じで、影の位置で条件分岐を作るっていう形で対応していくことになるかなと思うんですけど、3D のゲームエンジンであれば、3D 上に置いたらいいんじゃないかっていう話なんですけど、3D 上に置くとちょっと背景にパースがかかってしまうっていうのが、これくらいだとあんまりパース感がよくわかんないですけど、ちょっとパースがかかるとちょっと気持ち悪いというか、あんまり気にならない場合もあると思うんですけど、気にする場合はカメラと背景画像を
同じ角度にして、パースもその平行投影にすればカメラ側に画像が向いてるっていう感じに、力技ですけどね。力技っていうのかな。カメラと画像を同じ角度にすれば、背景は同じですよねっていう形で、この地面の床が、一応見えない床があればこれでいいかなっていう感じなんですけど、キャラクターが、ちょっとこのキャラクタームーブメントの設定、ペーパースプライトの状態だと、この状態だとこのスプライトの継承ってなっているこれに角度がこれつけられるんだっけ。つけられるんだ。つけられるならこれマイナス30とかってやったらそれだけでいいのか。こうすると全然そっか、そういうことか。このキャラクターを30度にしたんですけど、この Z 軸で180っていうのが今かかってるんで、このカプセルが180度回転するっていうのがかかってるんで、その辺うまいことこの回転をワールドにするなり、こうするとなんですか、画像がこのカプセルのキャラクターの移動に対して回転がかからないので、これはこれでなんて言うんだろうな、このプレイヤーが右を向いたらっていうところの分岐に、これもなんかセットローテーションここだとあれか、これに直接回転を入れてしまうと問題があるので、ちょっとここに角度を設けるっていうのは得策ではないかなっていう感じですよね。やるとしたらもうこのスプライトを使わないことにして、別のペーパーフリップブックを用意して、こっちの画像に元々の方はクリアにして、新しく作ったフリップブックの方にサイズは今のところ 2.5 っていうサイズにしちゃっているので、そうして、こうした上でやるんだとしたら、ちょっとカプセルを選んだ状態でシーンを作って、そのシーンを足元に置いて、でフリップブックを中に入れて、このシーンの中にもう一個シーンを用意して、おすすめっていう感じじゃないですけど、この状態で X に30？ 違う、マイナス30か。角度をつけて、でこの一番上の足元の座標に使っているシーンのローテーションを絶対ワールド座標にして、これは回転しませんよっていうことにした状態で、こっちのフリップブックにセットローテーションセットリレイティブローテーション、絶対ワールドにすることで、プレイヤーの向いてる方向に関わらずフリップブックのローテーションが関係がなくなるので、それとは別に右を向いたら右の画像、左を向いたら左の画像みたいな感じでやると、これでなんでこれ、そういうことか。この消したスプライトになんかそのアニメーションの切り替えの設定が残っているので、それを無理やり消すんだとしたら、このビジブルにチェックを外して、これでいいのかな。無理やりやるとしたら、そういうこの角度の調整みたいなことをしてもいいかもしれないし、この辺をマテリアルで角度をつけるっていう方法もあって、マテリアルで角度をつけるっていう方法があって、そのマテリアルの設定としては、ちょっと先に用意しておいたんですけど、なんかいろんな方法があったみたいなんで、いろいろ試してみたんですけど、説明用としてはこれが一番楽だったかなっていう、このアラインメッシュトゥザカメラっていうのがあって、これのカスタムオブジェクトバイアスっていうところに、このマイナス1、010っていう感じの、この辺のマテリアル、他のマテリアルもそうなんですけど、リンク説明欄に載せておくので、興味がある方は、そこを辿ってもらえれば、このアラインメッシュトゥザカメラであったり、他のちょっと入り組んだ方法論みたいなのもあるんで、こういう組み方をすると、
こういう組み方をしたマテリアルを用意しておくと、この今、このまだプレイ中でもないんですけど、このパースビューのカメラに向かってキャラクターが向いてるのがわかるかなと思うんですけど、今の設定をすると、常にプレイヤーっていうか画像がカメラの方を向くっていう設定になっていて、プレイ中もそうなんですけど、ちょっと今この問題点があって、反転画像にすると、あれあれ反転画像、そっか。反転しない状態になってるのか、今。反転しない状態になってるから、このスプライトの、絶対回転を相対って、今まで通りの状態にすると、左を向く、反転画像にすると、求めてる状態と違う状態になっているっていう感じなんですけど、この辺、そうですね。マテリアルでやるとこういう問題が出てくるっていう感じですね。反転画像を使わないっていう選択肢もありますけどね。昔のレトロ系だと、メモリー削減というか、左右同じ画像を使うっていうのがベースにあるんですけど、最近のというか、少し絵作りにこだわったゲームとかだと、左右別の画像を用意するっていうことも、増えてきてるかなという気もするので、そういう場合はマテリアルでやってもいいかなっていう気がしますね。ちょっと今反転画像にする場合は、このマテリアルだと少し問題がありますって感じですね。あと、今説明してなかったんですけど、このキャラクタームーブメントをそのまま使うと問題点があって、このキャラクタームーブメントの設定の中に、このプレナームーブメントっていうのがあって、ここのチェックが入っていると、なんていうんですか、3D 空間上で奥行きに行かないっていう設定になっているので、プレイヤーを作るときは、ここのチェックを外さないとどう頑張っても奥側に行かないので、そこの設定をしたものが、そこのチェックを外して、ここのチェックを外して、こうムーブアップに、直接今入れてますけど、W とか S を押すことで奥行きに移動するっていう設定を、してやるのと、ちょっとカメラが横スクロール専用になってるので、今まで TIC で繋いでたものは全部外しておこうかなっていう感じですね。そういう感じにしておくことで、一応そんな感じになるかなって感じですね。ちょっとこのキャラクターをピクセルパーフェクトっていうんですかね。角度をしっかり合わせて作りたいっていう場合は、ちょっと工夫が必要になってくるかなっていう気がします。今回、これはパース感のない感じのレトロ風のベルトスクロールを作る場合は、こんな角度の合わせ方もあるかなっていう説明なんですけど、一応今回の本題的なところで言うと、この白ネジ屋さんのところで借りてきたタイルマップを使って、こういう 3D の空間をベルトスクロールっていうのかよくわかんないですけど、こういう空間を作ってみましょうかっていうのを今回の本題にしようかなと思います。で、この表現に関しては、白ネジ屋さんの、これさっき借りてきたやつですね。白ネジ屋さんのこの使用例っていうところのをクリックするといろいろ出てくるんですけど、ここですね。ここで、この素材を使うとこういう並べ方ができますよっていうのをちょっと拝借してきて、完全再現ではないですけど、大体こんな感じかなっていう風に並べてみたってやつですね。で、このシーンを作る方法、見ればわかるかもしれないんですけど、試しにちょっとやってみようかなと思います。このタイルを並べるってところはちょっとこの白ネジ屋さんのところの使用例の、ここを参考に並べるしかないっていう感じではあるんですけど、ちょっとそれ以外の部分っていう感じですかね。で、このタイルの素材を、ちまちま打った素材がここに入ってるので、ちょっとここのホルダー、別のホルダー、このフォルダーの中で全部やっちゃいましょうか。ここに、まず、レベルを追加します。名前は、ベルト 3D レベル。ベルト 3D レベルにしよう。ベルト 3D レベル。これを開いて、何もない状態で、ここに、まず、レベルを作ります。ブループリントで、ゲームモードを作ります。ベルト 3D レベル
レベル GM。あとは、ブルーペイントの 2D サイドスクローラーキャラクターを、ちょっとこれは横スクロール用として用意してあるので、ちょっとこれを 3D 用にちょっと修正するので、この 2D サイドスクローラーを複製して持ってきます。ちょっとこの 2D サイドスクローラーキャラクターをベルト 3D レベルプレイヤー。今までの PP なんちゃらかんちゃらっていうのと命名規則が違うんで問題はあるっちゃあるんですけど、とりあえずこんな感じでやっておきます。で、このベルトスクロール用のゲームモードを開いて、デフォルトポーンクラスを、ベルト 3D レベルプレイヤー、今作った名前を変えたやつにして、とりあえず空間に物を置きましょうか。ボリュームで、このブロッキングボリュームを置いて、位置を000にして、サイズを2000くらいにして、基本のところからプレイヤースタートを置きます。で、場所は0000のちょい上からエンドキーを押すと、高さが調整できるみたいなので、これでプレイをしてみましょうか。あ、そっか。現状だと、この状態だと、2D 横スクロール用の設定が生きているので、この状態を解消するために、まずこのティックでカメラのポジションを設定しているのを切っておきます。で、あとは、プレイヤーキャラクターの、いいか。とりあえずこのカメラの設定を切るっていうだけで動かしてみましょうか。あれ？そっか。そこを切っただけじゃダメで、とりあえずこのカメラセットってなってる、ビギンのところにつながってる、このカメラ設定をする、カメラセットからつながっているこのスイッチを切ります。これでいいんじゃないかな。あれ？この状態だと良くない。なんだっけ？あと何が必要なんだっけ？忘れてるのがあれですね。レベルを開いたら、ベルト 3D レベル GM っていうのをセットしないと、プレイヤーの設定がって感じですね。一応今、横スクロールしかできないので、こんな感じですけど、この床を置いてみましょうか。この床を。この床の角度を00に置いて、回転軸、X の回転軸をマイナス90にすることで、床が表現つうか床の角度になるので、正しい角度になるので、あとはちょっとこの位置調整を、右でも前でも後ろでもいいんですけど、横から確認をして、位置調整をして、これで、そっか。この状態だと、カメラの位置が、そっか、これが平行投影なのか。ちょっと待って、さっきいじったのってこれでいいんだっけ？違うキャラクターをいじってた。よいしょ。ちょっとぐちゃぐちゃになってきちゃった。とりあえず、ビューをパースペクティブにして見てみましょうか。もう一回。これで、横には移動できるようになったけど、奥行きですね。奥行きを出すために、今このはしごだとかそういう設定になってるんですけど、それを外して、アドムーブメント。これもしかしたらあれですね、テンプレートからゼロから作った方が説明がしやすかったかもしれない。こうかな。一応もうすでにはしごを登るだったり、そういう設定のためにすでに設定がある程度組まれているので、それをW と S を押すことで Y 軸の移動をするようにこれで設定をした上で、このキャラクタームーブメントのこのプレナームーブメント、この制限がかかっているチェックを外すことで、ちょっと上下が逆だけど、奥に行くようになりますねっていう感じですね。ちょっと段取りがあんまり良くないな。ただとりあえずそういうあれですね、この横スクロール用から修正するんだとしたら、そんな方法もあるかなっていうところで、ちょっと微調整しましょうか。今ちょっと上下が、見てる側はわかんないかもしれないですけど、W と S の方向が逆だったので、マイナス1にして、あとはもうちょっとカメラを
角度をつけてもいいかなっていう感じなんですよね。この角度からっていうよりは Y にマイナス30、ちょっと30度くらいの角度から見下ろしてみましょうかっていう感じですね。この状態で、ちょっと角度がついたキャラクターっていう感じですね。これでもいいんですけど、ちょっと今回は背景をもうちょっと見えるように、このターゲットアームレングス、このカメラブームってなってるスプリングアームを線まで伸ばした状態で見てみましょうか。どうなんだろうな。これ、見てる人は説明理解できるんだろうかって感じですけど、とりあえず進めちゃいますか。ちょっとわかんなかったら、コメントもらえたらちょっともう一回やり直すかもしれません。で、ちょっと素材を並べていきましょうか。まずこれの位置がパースペクティブ。上から見下ろして、ちょっと位置を合わせましょうか。ここの起点の位置を中心になるように置いて、位置関係としてはマイナス640、Y に40。じゃあとりあえずこんな感じで置いておきましょうか。ちょっとこれ段差を作ろうと思うので、このタイルマップに対してターゲットポイントを、親子付けしようと思います。ターゲットポイントをタイルマップに親子付けして、これを、この軸につくようにして、次にこの階段、小さい階段を X 軸にマイナス90にして、こんな感じでつなげて、これを、ターゲットの子供にします。で、もう一個ターゲットポイントを用意して、これをまたこれの子供にして、このタイルマップがちょっと、この軸、このピボットポイントを移動するのがなんかいまいちよくわかんなかった、やり方がわかんなかったので、ちょっとこんな感じで、ピボットポイントの代わりとしてターゲットを使おうと思います。で、次に、玉座のちょっと小上がりの部分を、これも回転にマイナス90を入れて、こんな感じで合わせて、ターゲットの小要素にして、で、あとは、この壁も、この X マイナス90にして、位置合わせて、この間にターゲットを挟んで、ターゲットの位置を、親子付けっていう形で準備することで、この準備したものをちょっと角度をつけていくっていう形で、このターゲットを、小数点がずれるのがなんか気に入らないですけど、違う、こっちじゃない。どっちだ？これを60にする。90から120にしたら30度。じゃあそういうことにしましょうか。それでターゲットが、これが60にしたら地面が平行になるって感じですかね。で、ターゲットポイントを、これを0にしたら逆か。180にすると、こんな感じの 3D 空間っていう感じですね。で、あとは、このブロッキングボリュームをボックスとして使ってもいいんですけど、その場合、ちょっと段差とかの調整がしにくいので、ちょっとこのブロッキングボリュームに一回どいてもらって、ジオメトリーからボックスを用意して、どうしようかな。とりあえず上表示で座標を000にして、座標を000にした状態で、このモードっていうところのジオメトリー編集にチェックを入れて、その状態でこの頂点がいじれるようになるので、ここを調整していきましょうか。横幅を合わせて、ちょっと余裕を持った横幅にして合わせて、ちょっと余裕を持った横幅にして、でもう一回パースペクティブに戻して、横から見ましょうか。後ろから見るのが、これなんかちょっと気持ち悪いですけどね。後ろから見るのがこの横っていうのが、ちょっと世界観的に気持ち悪いですけど。高さを合わせた状態でパースペクティブにして、この面を選んだ状態で押し出し、このローカル座標でのみ機能しますっていうのは、ここの設定がっていうことですけどね。ここをローカル座標にしてないと勝手にローカル座標になるので、その状態で押し出しをすると、押し出しっていうか引っ張るだけですけど、矢印をドラッグすると、頂点が増えていくので、
ちょっとそういう、機能を使った上でもう一回この後ろ、カメラの位置っていうと後ろにした状態で、よいしょ、よいしょ。頂点を調整をして、よいしょ。こんな感じにした状態で、これどうなんだろうな。需要あるのかなこれ。この平面を選んで押し出しにして、押し出しします。ちょっともう一回調整しますね。後ろ、調整します。で、平面を2つ選んだ状態で、もう一回押し出しをします。上に押し出しますっていう。ちょっとした段差は登れるような感じにしておいて、で、あとはこのボックスブラシっていうのが、なんか他のオブジェクトとなんかちょっと違うのが、このビジブルとかゲームプレイハイドとかが見当たらないので、もしかしたらどっかにあるかもしれないんですけど、その代わりとして、このアクターを変換っていうところに型を選択っていうのがあるんで、この型を選択でブロッキングボリュームにすると、このブロッキングボリュームとして扱えるようになるので、ブロッキングボリュームとして扱えるようになるのかな。見た目がブロッキングボリュームになるだけかもしれないですけど、とりあえず画面には映らなくなるので、この状態で、プレイしてみましょうか。この状態でプレイをすると、さっき設定したこの小上がりみたいなとこも上がれて、右行ったり左行ったり奥行ったりできるようになるかなっていう感じですね。あとは、なんか白ネジ屋さんのとこでもらった素材がこういう椅子だったり、そういうのをよいしょ、こんな感じでおおよそ位置関係を合わせていきつつ、これあれですよね、ちょっともうちょいこのピボットポイントの調整っていうのがなんか他のやつだとできるんですよね、これ。違うか。なんか多分ピボットポイントの調整はできるんですけど、できると思うんですけど、ちょっと今自分が分かってないので、ちょっと調整がしづらいですが、よいしょ。ちょっと位置合わせ難しいですね、これ。右、よいしょ。こういう感じですかね。手前か。もうちょい手前。これで、こういう感じに、オルトを押しながら増やして、あとは、これもこうかな。ちょっとこのタイルマップが、なんか結構よくできてる機能なんですけどね。この2014年にできてからほとんど回収されてない割にはよくできたこのタイルマップの機能が、今のところあんまりこれ以上変更が加えられる様子がないので、ある程度割り切った使い方をする分には、ありかな。あとはこういうボックス系、なんとなく当たり判定が欲しいものに関しては、ブロッキングボリュームを当てがってやって、サイズがいくつにしましょうか。いくつだっけ ?40、40だっけ違う。80、80、80、80、80、80、80、80、80いくつだ ?80、80、ざっくり、ざっくり、80、80、200にしときましょう。よいしょ。オルトで増やしてって感じですかね。で、こっちの後ろのやつも、よいしょ、位置合わせをして上から連動して、サイズを160、160でいっか。160で連動して、よいしょ。こっちも位置合わせをして、台座、玉座。これも、こんな感じかな。120、120、160、120にしましょうか。120で、椅子の上に登ろうとするんだとしたら、ここにちょっと段差をつけてあげたらいいのかなって気がしますけど、その辺やるとちょっとめんどくさい気がしますね。めり込みとかも発生してくるので。とりあえず、こんな感じで、3D 空間的なタイルマップみたいなものができるんじゃないかなっていう話を、今回はしましたって感じですかね。
こんな感じでどうでしょうかっていう感じです。今年の動画はここまでですかね。この初心者向けのシリーズはあと3つくらいやろうかなと思っていることがあって、実際やるかは決めてはいないんですけど、アビリティシステムを使ったコンボアタックに関してだったり、あと今までほとんど使ってないんですけど、このコントローラーっていう、プレイヤーのブループリントで全部やってしまっているものをコントローラーで分けた方がいいのかどうかっていう部分に関して、少しだけ確認したいなと思っている部分があって、あとパッケージの際の注意点みたいなところを、昔シャープ15とかでやったやつよりもう少し詳しくやってみようかなと思っています。そんな感じですかね。って感じで、来年も良いお年をっていう感じで、次回もよろしくお願いします。